こんにちは、ギタリストの副島です。今回なんですが、あなたの可能性を解き放つ究極のコードトーンエクササイズを紹介します。突然ですが皆さん、普段ギターを弾いていてこんな悩みはありませんか？いろんなフレーズをつまみ食いしてるんだけど、自分自身が上達してる感じがあんまりしない。ギターを持った時に何を弾けばいいかわからないし、普段何を練習したらいいかはもっとわからない。このまま場当たり的な練習を続けてもダメなんだろうなと思いつつも、何をやればいいのかがわからなくて身動きが取れない。安心してください。この動画を見れば今日からすぐに実践できて、かつ理論、テクニック、練習習慣、この3つの側面で劇的な効果をもたらす練習方法が分かります。僕もね、大学生の時にこの練習を2年間毎日ひたすらやってたんですけど、今のギタースキルの大半はそこで出来上がったなと思ってます。そんな練習方法を皆さんに知ってほしい、そして実践してほしい、その上で最高のギターライフを手に入れてほしい、そんな熱い思いでお送りする、普段スクールでやるような有料級のガチレッスンになります。ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。それではやってみましょう。ではもったいぶらずにね、本題となる練習方法を紹介していきます。ある程度練習方法自体の解説が済んだら、その上でこの練習のメリットやコツ、やる上での注意点をお話ししていきます。それらを把握しないままなぞってもあまり効果が出ないので、必ず今回の動画は最後まで見ていただけると嬉しいです。さあ、先ほどね、もうご覧になっていただきましたが、今回の練習方法なんですが、C のメジャーダイアトニックを全てコードトーンアルペジオでエコノミーピッキングを主体に弾くというものになります。まずね、僕がこう弾いていたこの流れですね。そしてこれらはね、一連のコードのね、集まりだったりするんですけど、これをね、ダイアトニックコードと言います。ダイアトニックのことを超ざっくりと説明すると、そのキーに割り振られた7つのコード群のことなんですよね。このキーであればこの中からコードを選んでもらえると曲として成立しやすいよっていうガイドラインというか、例えばキーをね C の曲だという時はこの7つのコードがダイアトニックとして割り振られると。でこれらがこうずらっと、見えている。それがもちろん指板上でもこういう風に見えている。そういう状況を作り出すっていう練習なんですよね。アドリブを弾く時っていうのは、それこそね、例えばその a マイナーペンタだけではなくて、他の7つのダイアトニックっても同時にこの指板上にずらっと横で見えてる方がいいんですよね。で今回の練習方法ではこのダイアトニックをさらにコードトーンのアルペジオ、こういうふうにこうコード和音を分散してね、弾いていくっていうね、そういう形でやるので、より解像度が上がるんですよね。ダイアトニックは知ってるんだけど、それを全てコードトーンのアルペジオで弾けるっていう生徒さんはね、なかなかいないんですよね。でダイアトニック自体もまだ知らないよっていう方もね、安心してください。この練習を通して覚えれば大丈夫です。まずはね、覚える段階だと思いますので、あまり深いことは考えずに、とにかくこの C から始まる7つのコードをなぞってみてください。この練習で何をやってるのか大体把握することができたと思います。続いていよいよね、本命のとこなんですけど、それぞれのコードトーンのアルペジオを見ていきましょう。できればまず最初はこのダイアトニックコードっていうのを、普通のコードでね弾けるように練習しておきたいところではあるんですけど、今回はアルペジオからでも大丈夫です。大体ね、どのコードも動きは共通していて、ルート音を人差し指で押さえて、その次にハンマリングします。ここで押さえるのが3度の音ですね。ハンマリングして、そして次5度の音に行きます。で5度っていうのはパワーコードの音。5度っていうのはいちいち数えずに瞬間的にね、5度っていうのをパワーコードの位置関係で割り出していきます。そして次がここメジャーセブンスですね。セブンス、そして、ルートに戻り3度5度7度1357を繰り返していきます。メジャーセブンスならこういう形になっていく。で最初の1度っていうのはメジャーセブンスなんで C メジャーセブンスのコードトーンを弾く。そして次が2度マイナー、次のコードはマイナーセブンスになるんですね。この時は、3度の位置が半音下がってくるとかね、そういうことも理解することができるんですね。で5度の位置関係変わらないですね。これはマイナーコードでもメジャーコードでも、パワーコード5度の音は変わらないっていう学びにもなります。こういうふうにですね、いろんなものに紐付けて知識を深めていくことができるんですよね。次セブンスの音もメジャーセブンスに比べると半音下がっていくと。というわけで、マイナーのコードトーンのアルペジオの形と。エコノミーピッキングについてはね、後で解説しますんで、今はね、とりあえず形をなぞっていきましょう。それが E マイナーにも来ます。
メジャーマイナーマイナー、そして次またメジャーですね。いわゆるこう前前半っていう動きなんで、次はですね1フレットだけ動いて F に行きます。 F メジャーセブンス、 F から始めるんだけど形は C のメジャーセブンスと一緒ですね。まだこんなにねスムーズに弾けなくても大丈夫なので、今の理解をするところまでやっていきましょう。続いて5度はですねセブンスなんですね。 G セブンスで、メジャーセブンスとセブンスのアルペジオの違いっていうのは、セブンスのこの音が半音下がるだけなんですよね。だからこれね面白いんですよね。こうするとメジャーセブンスなんだけど、こうするとセブンスになるっていう、こういうふうにコードの中におけるそれぞれの度数がどういうふうな役割を持ってどのように変化してコードの響きが変わっていくのかっていうのも理解することができるんですよね。さあ5度のセブンスまで来たら6度はマイナーになります。この6度がマイナーとかもこの練習を通して覚えていくことができます。はい、A マイナーですね。これっていうのはよくねダイアトニックにおける C の1度メジャーに対する、対となるマイナーコードと言われます。ほぼ構成音が一緒だったりするんですよね。はい、A マイナー、A マイナーセブンスのコードトーンアルペジオはこの D マイナーとか E マイナーとかで弾いたものと同じ形です。そして最後ここポイントなんですけど、 B マイナーセブンフラット5っていうね、マイナーセブンにフラット5っていうものがついたコードが出てきます。これがまずマイナーセブンスのアルペジオをしっかり覚えた上で弾くと、ついにここで5度がここから半音下がるんですよね。今までメジャーもマイナーもどんな時も常に同じ場所にいてくれたこのパワーコードの5度が7度になって初めてここで動くんですよね。このインパクトがすごいですね。でマイナーセブンスフラット5って聞くと怖い怖い怖いみたいな、何をやるコードなのと思うかもしれないんですけど、実はこういうふうに要素をですね細かく割っていくと、なんだそんなことかという簡単なことだったりします。運指は一番難しいかもしれないですね。これをしっかり覚えておくと、もう今度からマイナーセブンスフラット5っていうコードも怖くなくなります。コードトーンのアルペジオは、1357っていう順番で登ればいいので、この方法以外にもいろんな運指があるんですけど、ここではね僕が普段から使っている運指をまとめておきました。さあダイアトニックが土台にあって、それをコードトーンアルペジオで弾くってことは分かったんだけど、肝心のピッキングとか弾き方が分からないよって方もすごく多いと思います。でここからねすごく大事なところなので、ぜひ一緒にギター持ってね練習していただければと思うんですけど、基本的にはエコノミーピッキングとハンマリングを使っていきます。エコノミーピッキングっていうのはだいたいですねこう1弦ずつ弾いていく時にダウンとアップを入れ替えない弾き方になります。ダウン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 アップ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 、こういう風に弾くことを言うんですね。なんか動作的にあまりこう負荷がなくて楽な動きをしているのでエコノミーみたいな風に覚えておくといいんですけど、このエコノミーピッキングと連続ダウンの違いっていうのは何かというと、連続ダウンっていうのはやっぱり毎回振り上げ振り下ろしが入るような動作で弾いてること。エコノミーっていうのは振り下ろすだけなんですね。ひたすら下に降りていくエレベーターのようにタン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 。つまりダウンをしたら次の弦にすぐ着地するんですね。これが普通のピッキングだとこういうふうに空中に逃げていく。それがエコノミーだとない。これが最大の違いになるんですね。なので C のメジャーセブンスのコードトーンね、最初の1音弾いた後はこのように4弦にピックを置いてください。その間にハンマリングします。そして5度を待ち構えているのは右手のダウンピッキング。そして今下の弦にセットしてます。でメジャーセブンス弾いたらまたハンマリングしてください。そしてどん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 下に行って最後だけアップピッキング。はい、これを応用すると加工もできるんですけど、今回の練習では一旦ねこの上昇だけやっていきます。他のコードのアルペジオでも一緒ですね。2個目にハンマリングがあって、ハンマリングがその後もう一回出てくる。基本的なダウンアップのパターンは変わらないです。
こういうふうにピッキングの動作がすごく少なくなるんで、リズムを取るのが難しくなるんですよね。だからこそもうしっかりと自分の頭の中とか、ハンマリングをする左手で走らないようにとかね、とにかく意識して歌っていくことが大事です。さあ、それではね、一緒に何回かやってみましょう。それではいきますよ。せーの。難しいですね。さあ、ここから本題になります。結構ハードルの高い練習なんですけど、なぜこれをこのタイミングで皆さんに勧めたのか、この練習方法がなぜ優れているのか、これを継続した先に何があるのか、そういうことを話していきたいと思います。まずはこの練習の理論的なメリットについて話していこうと思います。理論的なメリットの最大のポイントは、やはり C のダイアトニックを覚えることができるということですね。アルペジオとかで大変だと思うんですけど、気づいた時には C のダイアトニックをコードネームとポジション含めて響きとかも合わせてね、覚えてると思うんですよね。ダイアトニックってね、もうこのお分かりの通り C もあれば E から始まるダイアトニックもあってめちゃくちゃあるんですけど、まずは何においてもこう C のダイアトニックを徹底的に覚えることが一番大事なんですね。しかも、そのダイアトニックコードっていうのをコード等のアルペジオで覚えているので、ただコードだけなぞったり理論書を読んで、各スケールにこういうコード進行があるのか、コードダイアトニックがあるのかっていうふうに理解している風の人よりもはるかに高い解像度でダイアトニックを理解することができます。指板上にね、このダイアトニックのコードたちがアルペジオ上でずらーっと見えてると、そういう人がね、やっぱアドリブ取るときにそれが絶対武器になりますよね。後々になってものすごく効いてきます。そして続いては技術的なメリットについても話していきます。でまずは、メリットとしては、こういうストレッチの効いたコードを弾くのでフォームが矯正されていくんですね。やっぱり C のメジャーのアルペジオでいきなりむずっと思った人も多いと思うんですけど、これね、難しいのは必ずフォームに原因があります。これをね、難しくしてしまうような弾き方をしてるんですよね。例えばなんですけど、ギターがまずこの足によって支えられてないから、こういうふうに体から逃げていくような場所にギターが置いてあって、そしてギターと顔ね、離れていて、で左手を伸ばしてしまっていて、この状態だと僕もですね、もうここの小指のストレッチもきついですし、手首が痛いですね。やっぱこういうふうに逃げていくと全然うまく弾けないです。毎日少しずつね、弾くことによってやがて自分が弾きやすいようなフォームを自ら体で選び取ることができます。そしてエコノミーピッキングによってこのピッキングの動作が洗練されていくっていうことにも大きなメリットがあります。でこの、コードとのアルペジオ自体がギタリストが苦手とする縦の移動なんですよね。縦に移動するのってギタリスト本当に苦手なんですよね。それを徹底的に攻略していくことができます。例えばこのアルペジオを弾く時とかにも気をつけたいところが、こういうふうに縦移動した時にこう意図しない和音が生まれてしまう人って結構いるんですよね。和音で弾きたいわけではないんですよね。アルペジオで弾きたい。なので結構この辺が左手の管理が難しいんですよね。それぞれの音が伸びてつながってるんだけど、決してこう混じりはしない。それをですね、左手右手そして耳を使ってフルでコントロールしていくんですね。このようにですね、難しいんだけどだからこそ技術的に得るものがたくさんあります。そして最後は練習習慣的なメリットなんですが、結局上手くなる人ってこういう地道な練習をコツコツ積み上げた人なんですね。でこういう練習をやりきった人っていうのはその後も自分の足で上手くなっていくことができます。で上手い人っていうのは自分なりの練習習慣を持ってる人なんですね。でただこれに関してはこの後にお話しするこの練習の注意点をね、しっかり理解した上でのお話となります。ではここからが今回の動画で一番大切なことになるんですが、今回紹介したこの究極のコードトーン練習法の注意点になります。今からお話しする2つの注意点を必ず理解した上でこの練習を続けてみてほしいです。1つ目の注意点が短時間の練習を長期間にわたり継続しようということです。でこの練習ってね、すごく難しいので根詰めると良くないんですね。例えば7つのコードトーンのアルペジオが出てきましたけど、これを初日にいきなり弾こうとするのはちょっと無謀なんですよね。だから最初は C のメジャーセブンスの1オクターブ分だけとかでもいいと思います。で3日ぐらい練習したら次のオクターブも行ってみる。ね、そして、次の3日間で通しで弾く。そして次同じスケジュールで d マイナーを弾く。そしたら次はそれをつなげてみる。
ね、もちろんテンポはご自身に合ったテンポを選んでください。まずはね、1ヶ月 C メジャーセブンスに使うぐらいの気持ちでいるといいと思います。で、短時間の練習にしてほしいっていうのは、基本的に大人になってからのギター練習っていうのは質が大事なんですよね。要するにですね、練習量より思考量を増やしてほしいんですよね。練習自体はもちろん反復も大事なんですけど、どちらかというと1日でやるんじゃなくて長期でやりたいので、練習自体は5分とかでいいです。でもそれをですね、できるだけ録音したり録画したりするんですね。で、そうすると、なぜ弾けてないのか、なぜ音が汚いのか、それについて自分の中で仮説を出していきます。それを毎日少しずつトライアンドエラーで直していくんですね。ギターを闇雲に弾く時間よりもしっかり考える時間を多く取ってほしいと思いから、この練習時間は1日5分がおすすめです。次の注意点は、ある意味今回の動画のオチみたいになってしまうんですけど、今回のコードトーン練習方法はそのまま演奏には活かせないということです。なんか今回の練習フレーズってなんか結構難しいから、これそのままソロで使いたいなって思うかもしれないんですけど、よくよく考えるとコードトーンを駆け上がるっていうめちゃくちゃ普通のことしかやってないんですよね。めちゃくちゃ高速で弾くとか、そういうふうにある程度工夫するとわからないんですけど、基本的には今回の練習っていうのは自由にフレーズを生み出すための土台を作るということになります。このダイアトニックの理解、そしてそのコードトーンの把握、それを指板上に行き渡らせた上で、さあ自由にフレーズを作っていこうというスタート地点に立てるんですね。このように練習と想像って違うんですね。これをね、結構切り分けることも時には大事だと思います。これまでと全然違うスタンスで練習できるようになると思いますので、ぜひ参考にしてください。さあ、というわけで今回は内容は濃かったですね。まずは最後まで見ていただきありがとうございました。今回紹介したような自由な演奏をするための土台を作るような練習、こういうのってね、コツコツ続けてある程度の期間が経って初めて効果をね実感できるものだったりするんですよね。そこで一番の壁となるのが、一人で練習を続けることの孤独感、効果が実感できてない時の焦燥感だと思うんですよね。で、これらの感情とうまく向き合っていく自信がないなという方には、僕が運営しているオンラインスクールソウルギターラボをお勧めさせてください。ソウルギターラボのプレミアムプランでは、僕が皆さんの専属コーチとしてね、一人一人にLINE とかで常時対応していきます。SGL のコンテンツにある課題を送ったりとか、今回の練習を送ったりとか、時には買った機材を紹介したりとかね、そういったものに対して個別に対応していくと。練習、発表、課題の発見、気づけばこのサイクルを自分で回すことができるようになっています。すでにオープンから1年が経っていて、毎日ね練習を続けた生徒さんたちが大きな成果を得ています。もやもやとね悩みながらこの動画を開いたそこのあなた、ぜひ僕たちと一緒にギターを練習してみませんか？ソウルギターラボは現在7日間の無料体験実習です。詳細は概要欄にありますので、ぜひ覗いてみてください。また僕の YouTube では今後もねこのようなスクールでやるような有料級のガチレッスンをお届けします。こちらはね引き続き無料でお楽しみいただけますので、今回のレッスンがためになったな、やってみようっていう方はぜひこの動画へのいいねボタンとチャンネル登録で応援のほどよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。動画を最後までご覧いただきありがとうございます。この度僕のオンラインギタースクールソウルギターラボがオープンすることになりました。副島俊樹の直接指導と完全個別のカリキュラムで1年で確実にネオソウルギターが弾けるようになる全く新しい形のオンラインギタースクールです。ギターの構え方から最先端のネオソウルフレーズまで網羅した豊富なレッスン、全てのレッスンに連動したアウトプットのフレーズ集、24時間365日いつでも悩みを相談できるあなた専属のコーチ、全国から集まった共に高め合っていく仲間、ギター上達に必要な全てがここにあります。現在7日間の無料体験実施中です。ソウルギターラボであなたを待ってます。